こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は大徳寺宝珠院盆栽庭園、そして宝珠院からお届けします。普段とはまたちょっと違った思考でお伝えします。多くの日本のテレビをご覧の方、映画をご覧の方がご存知の方と、今日は盆栽と水石を中心に動いてみます。ご本人とは日本水石協会でのご縁で、水石の大変な趣味家ということで出会わせていただきました。その方の人生の中で得た水石や盆栽のその素直な声を皆様にお届けしたいと思います。よろしくお願いします。豊田真帆さん、俳優として長く活躍される真帆さんは、水石家としても30年近い歴史を持たれています。明るく知性豊かな真帆さんが、この大徳寺でどのような水石と出会うことでしょうか。森前さん、どうもご無沙汰してます。いや、どうも。真帆さん、こんな遠いところまで。とんでもないです。お邪魔いたします。いえ。各盆栽作家が作ったり、日本の代表する木が中に並んでますので、どうぞご覧になってください。楽しみ。盆栽って私、そこまで詳しくないんですけれども、今ここにある盆栽の中で、何年ぐらいの盆栽が一番古い盆栽様でございましょうか。大変ここは古いものがありまして、はい、向こうに上杉謙信公がお持ちだった歴史がきちんと分かっている木があって、その木が約800年。すごい。800年守り継がれて、どうぞ向こうです。ずっと手入れされて、今に残っているという。そうですね。この木が800年の木なんです。すごい。1位、競争の1位、2位の1位という木で、もともとが信州の方にあったと言われるんですが、多分100年ぐらい前から鉢に植えられてたんじゃないかなっていうところで、現存しているそういう史実が残ってる木では、一番古いと言われる木なんです。すごい。私、母方の方が信州なんですよ。あ、そうなんですか。だからその当時、武田と上杉との戦いのご先祖様が戦ったって言ってました。ちょうどね、真帆さん、この後ろがね、大きな塀がありますが、ここが信長公の。こちらなんか、すごいそうそうたるメンバーに囲まれてる状態だと伺いましたけど。ここが信長様で、左手の奥が千利休さんのお墓なんで、ご存知の通り後ろの北側が前田利家。わあ、すごい。大徳寺としては、ここはもう聖地みたいな。すごい。とても本当にね、そういう場所で盆栽たちがここにいてくれる。すごいですね。歴史の渦の中に何百年の盆栽がある。すごい。でもなんか、ここにあるべくしてあったみたいな感じもしますね。おっしゃる通りでね、盆栽たちが。ここを作った時に、まだ木が乗る前に、月明かりでこの台が照らされて、そこへ盆栽が乗り始まったんですね。まるでね、仏様が一つずつこう降りてきたよ。和尚にそれを言ったら、それをね、仏性と言うんだよと。物は深く見れば生き物は全部仏性があるんだよと。人ほど浅はかではないんだよと。いうこと。なんか美しかったでしょうね、その情景が。そうですね。奥もありますのでお楽しみください。こちらから美しい盆栽をずっと眺めながら仏様があって、そしてお隣にこんなまた素敵なお部屋がありますけれども、これどうして作られたと言いますか。一つは、もともとここが聖地として空いていたんですが、古い古文書で見ると、各大徳寺の塔頭の下に両者やいおりというのがあって、でこの入り口にも通玄庵と書いてありますが、
せめてそのいおり風を作ろうという和尚の考えで。で、私にしてみれば、室内に飾る。はい。それが盆栽水石の良さですから。はい。掛け軸が江戸の、これはね、江戸時代の狩野派の陽泉院という方が書いた冬景色ですね。本当なんか、素敵。はい。そうですね。なんかこうやって表現するんですよっていう、なんでしょう、おもてなしの原点みたいな。やっぱり日本の文化と切っては切れないものっていう、特にこの禅のお寺とか、あと前の利休さんのお茶のように、お茶人や禅の文化人たちが水石の500年1000年前を守ったんですよね。で実は今日この宝珠院のこの庭園をお持ちの宝珠院のご住職が今日ご在宅で、中でぜひどうぞとおっしゃってます。そうですか。ありがたいお話ありがとうございます。はい、すいません。大本山大徳寺の中でも唯一と言える座禅堂、宝珠院副住職秋吉宗春様のお導きで座禅が行われました。水石を愛する心、それを見つめる心、まずはこの禅林の中でどこまで己を無にできるか、振り返る煩悩から消し去った瞬間を体験できるものか、ここの道具の中にいることで自分がもう一度見つけられるような時を探しています。和尚様、はい、本日はいろいろとお寺を拝見しまして本当に素晴らしくてありがとうございました。とんでもございません。それからそちらにある箱書きをしてくださって、虎石の私も気に入っている大きな石なんですけれども、こんな素晴らしい銘をいただきまして、ただ私学がないものですからこの銘のですね、意味がいろいろ書かれてるんですけれども、これは何てお読みなの？これはね、大虫、大きい虫って書いてるんですけども、3つ書いてますけども、1つだけでも大虫なんだよね。虎という意味があるんで、この石は何か川に行って大きい石を拾ったそうで、その石の名前が北側の虎石だというので、大虫という意味は、前後の方ではちょっと気の利いた目先の分かるしっかりした修行僧という意味があるんです。だから営利収発の僧の例えというふうに書いておりますけども、なんかとっても素敵なお名前。今度この石は和尚様が大事を揮毫なさってくださっている東京都美術館の日本水石名品展に真帆さんがご出品なさる。そうですか。自分で川で拾ってご縁があって私の素晴らしい石ですよね。見せてもらいましたけども、いやでも本当にお師匠様のこの銘があってのまた素晴らしい水石となったので、大感激です。ありがとうございます。石は特にお尚様のような方に銘を授かることで、人でいうとそこに名が付くように、一つの後へ残るものになっていきますから。本当になんか大きな魂がボーンと石に入ったっていう。毎日ご覧になってるんですか？はい。ちょっとね磨いてみたりとかいろいろ日に当ててみたりとか、いろんな実験をしながらといいますか、石も経年劣化とかいろんなことでちょっと変わってきたりするので、やっぱりめでることによって一番変わるのは、見ている人の心が昨日と今日だとその石が違うように見えてきますから。
そうですね。はい。お友達でも水石の世界に一人でも多くこう入れ込もうとですね、日々努力してるんですけれども、ありがとうございます。なので水石って何ってみんな言うんですね。私恵比寿にお店があるじゃないですか。あそこにも水石が置いてあるんですよ。で質問があるとこれよって言ってお見せするんですけど、やっぱり反応する方としない方がきっぱりと分かれます。この石がどうしたのっていう方も多いですので、はい、いろいろやっぱり石一つでも人の捉え方って違うなと思います。今日はお嬢様と相談して真帆さんにもちょっと歴史のある人物の石をちょっとここでご覧に入れようと思いまして。楽しみです。はい。はい、ありがとうございます。古谷石、名を双方剣幕、二つの峰にかかる幕府というこの言葉を残したのは近代日本家の大家河合玉堂です。数多くの菊花石を愛した玉堂の中で古谷石はとても貴重なものですが、この小さき石の中に森羅万象の自然界を垣間見たのでしょう。どこから見てもいいですよね。いいですね。こっち後ろ姿も最高。そうですね。そういうものもあれば、清水寺ってございますね。はい、そこの前の館主様で大西良寛先生がこの絵家のものですよということを盆石として書かれているやつなんですね。1000年前、平安時代からの血脈を持つ五石家筆頭近衛家。天皇家に一番近い人家の長と言われる近衛家は長い歴代の中で多くの盆石を残しました。この石は近年まで愛好家のもとに保存されていたものですが、京都清水寺名高い僧侶であった大西良慶先生の箱を残す一品です。大変ね、普段には見ない珍しい石なんですけど、昔の石なんで台座がないんですね。盆で飾ってたので。わあ、綺麗。なんかまるで磨いたみたい。でもこれは何もしてませんね。綺麗ですね。なるほどね。やっぱり近衛家となりますとね、やっぱり町衆と違いまして、お公家様ですから、どこかね、雅な綺麗さがあるんですよ。ですからこういう盆石なのかな。大西先生が近衛家と書いてるから何かそのゆかりがあったんでしょうね。はい。いや、美しいですね。これどこの石ですか？多分ね、向こうですから、只見か八海だと思いますね。はい。星野とついてる時は必ず新潟や越後、越中、あっちのものの産地、しかも白山、白山連峰の白山と書いてありますから、多分そうだと思います。で、これが最近発見されたやつですけど、京都に長尾さんっていう人がいて、鎌倉に美術館も作ったことありますけど、モア美術館にある野々村仁清の藤壺の茶入れ、茶壺、国宝ですね。あれを持っていた方ですね。で、その長尾家が持っていたのが最近発見されて、瀬田川の盆石、虎目の模様が山裾にたなびく霞を思わせるこの石は長く水石界にも秘匿とされてきました。雲宝、雲の峰と名付けられたこの石は国宝野々村仁清十日門茶壺の旧蔵者でもある長尾家に隠されていました。多くの美術品を愛した長尾家が
あまたの名石を持っていたことは有名ですが、この茶席に似合う石は近年まで非公開とされていました。うわそれはすきごいですね。でしかもですね、これがこういうふうに台にはまってる。つまりこのまま飾るようにしつらえたんですね。いや美しい。何ですかこの瀬田川素晴らしい。瀬田のやっぱりこれ虎なんですよ。あ、そうですね。虎のところが残ってね、なっていまして、綺麗。雲宝と雲の峰と。いや綺麗。いやこれはまだね、世の中にまだ本当つい最近まで存在すらも知らなかったですね。いや美しい。なんか涙が出てくるぐらい美しい。だからこう水石の場合は盆栽と違って生き物じゃないんで、オクラに入ってそこのご先代先々代がお持ちですと、ご当代は先代の持ち物だったからといって大切になさるわけです。そうすると流通の価値がどうこうではなくて、それを本当に大切にするんで、一般のように触れなくなっちゃう。出てこないです。そうそれももったいない話。そういうものがね、世の中にどれほどあるかわからない。多分おっさんはこの大徳寺の塔頭にも、もし蔵の中まで調べると大変なこと。宝珠院の栗にもあった一慶和尚様のでも最近までその存在がわからなかったって。美しい。素晴らしいですね。このね台がいつ作られたのか気になりますね。大体この台がね、私が見ると幕末ぐらいですね。ああそうですか。ですから必ずしつらえは明治から大正、長尾さんがお元気だったのが戦前ですから。ですから多分明治から大正ぐらいにこの状態にきちんとなったんじゃない。お嬢様が見て水石ってどんなものなんでしょうね。そんなもんと言われたら困るな。これは自分の心を映しているようなもんですね。森前さんから何個か頂戴しておるんですけども、その時の気分によって変わりますしね。でもお嬢様俳優さんで根っから水石好きっていう女性も少ないですよね。初めてです。はい、私はい、右見ても左見ても水石好きの俳優がいなくてですね、寂しい思いをしているので、一人でもこう仲間を増やそうとしているんですけれども。いや、いいですよね、水石って。本当に素敵な世界。ちょっとした事務室とかね、自分の部屋にポンと置いとく。でね、やはり皆さん立派な床の間とかを持ってらっしゃらない方もほとんどなので、現代的な飾り方でいいんじゃないかなと思います。いいと思いますよね。床の間がないとこでもこの石をじーっと見てるとその中に入るじゃないですか。座禅をしている時も置きました。でも本当その通りかもしれないですね。だから現代の時間って忙しいし、皆さんいろいろやることがあるので、空白の時間とか真っ白な時間を持てない方が多い中で、やはり水石の趣味を持たれると皆さん絶対に身も心も穏やかになるんじゃないかなと思うんですけどね。そうですよね。忙しい人ほどこういうものを持たないとダメだと思うんですよね。先ほど本堂の廊下にみんな立たれたけども、雲を見るのもすごくいいでしょ。もう雲というのは本当にいろんな形をするし、もうスッと行くのもあればゆっくり動かないのもあるし、それと同じで忙しい人ほど何もならない、何にもない雲を見たり、こういう何でもない石をじっと見とるというのが自分の気持ちを整えるのにすごくいいですよね。素晴らしい石ばかりでありがとうございます。こんな拝見できないからこんな嬉しいです。お師匠様、今日は本当にお忙しい中、一日大徳寺講習院の中でお世話になりまして、ありがとうございました。本当にどうもありがとうございます。真帆さん、今日はいかがでした？大徳寺で。本当に一言では言い表せないですけれども、素晴らしい一日でした。結局ここは
800年って言いますけど、500年前に応仁の乱で丸焼けになって、それからできてますが、その時代から禅の世界と石っていうのは結構関わりが深いもんです。はい。なんでしょう、その文化を作るとか文明を作るときに、近くに木があるからじゃあ木で家を建てよう。石があるからこの石を使って何かしようっていうふうに、こう自然な流れでみんなつながってますけど、素敵な石があったからこそできた文化っていうことでもありますよね。日本人は特にこれ島国ですから、はい、もう海、山、川、とても豊かなんですけど、もう自然のどこかに木もあるし石もある。その中で生きてきてますから。で、一番初めに仏教だ、神道だ、いろんな宗教ありますが、日本の場合はもう自然そのものが神々であるというのがあるんで。すべてのものに魂や精霊が宿っているという。はい。だからこういうふうに、石の文化は石の文化で500年以上、1000年近い時間、お寺のようなもんで、お寺の中を守る人、お寺を支える人、そういう人がいて、ここも400年あるように、石の文化もそうやって今に伝えられてるんですね。絶対にこれを伝えていかなければいけないっていう思いになりますよね。自分がこう年を経て、いろいろな経験をしてまた戻るとまた見るものが違ってくるっていうところがあると思うので、これからもう少しある人生をそんな風に歩んでいけたらなと思います。いやいや、もう真帆さんのようにいろんなことに興味を持つ方は禅の世界での、特に水石がお好きですから、はい、発見がいっぱいあると思います。楽しみです。ちょっと人生が楽しみにさらになりました。今日お忙しいのにありがとうございました。すいません。今日は皆さんに大徳寺宝珠院庭園、ここに訪れてくださった俳優の豊田真帆さんたちと、盆栽、禅、大徳寺、そして水石の歴史、こんなものを旅の姿で皆さんにご紹介しました。京都のこの北部は、こうして皆さんが去った後、北山しぐれという雪混じりの雨がわずかな時間降ります。今日のこの撮影に対して、日本水石協会の恩田相談役、そして真帆さんが連載をしている水石の雑誌愛石の編集長立畑さんのご協力がありました。恩田さんが30年代の真帆さんとのお付き合いで生まれた水石趣味。立畑さんが各地を訪れて真帆さんとの水石のいろいろな方々との対話。そんなものも真帆さんの YouTube にも多く出ています。ぜひわびチャンネルとともに楽しんでいただければと思います。いろいろなもの、こんな景色、アーカイブスでも楽しめると思います。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。